こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、株式投資の入門で気になる会社が見つかった時にどうやってその会社の情報を調べたらいいのか、僕は実際にですね、どうやって株の情報を調べているのかについて解説していきたいと思います。結構ですね、株調べていくとですね、この会社どうなんだろうって結構興味を持つような会社結構出てきたりするんですよね。そういった時にどうやって実際にですね、その会社の株の情報をですね、決算書とか見たりとか、調べたりすることができるのか、それ、初心者の方にですね、わかりやすく、実際に僕がやっている方法をですね、解説していきたいと思います。で、初心者からですね、中級者、あと、上級者向けにですね、こういうのがいいですよっていうのを、解説します。でまず、一番おすすめなのはですね、僕よく株単っていうサイトを見てまして、株単ですね、このサイトを見てまして、詳細欄貼っとくんで、よかったら見てみてください。で、このサイトがすごいまとまってるんで、まずですね、無料でかなり調べられるので、株単を見るのがいいかなと思ってます。で、具体的に、例えばここ銘柄検索のところで、例えば気になるトヨタ自動車とか打つとですね、その個別の株の情報が出てきます。で、それでこう開くとですね、いろんな情報がこう出てきていて、もちろん株価が分かったりだとかですね、あと時価総額が24兆、すごいですね、トヨタ24兆の時価総額とか、あと売上もですね、ここに何兆っていうのがすごい出てますと。で、またいいところにですね、2018年と19年と、あと2020年の予想が出てたりとかするので、こういうふうにですね、年式を追って、売上が増えてるとかですね、下がってるとか、やっぱり成長してる企業って売上がこう上がっていってほしいっていうのがあるんで、結構前の年とかその次の年とかどうなってるかとか予想を見たりとかよくするんですけれども、そういうのが簡単に見えたりしますと。で、さらにその利益とか、あと1株あたりの利益ですね。今1株7400円ぐらいなので、1株あたりの利益は予想で769円なので、PER っていうものは、10ぐらいになるっていうのはなんとなくわかる。その1株あたりの利益の比率ですね。あと、配当も220円って出てるので、配当利回りも普通にこれで割ればですね、配当利回りが出てくるっていう形になります。なのでですね、これが結構わかりやすくて、まずですね、その会社が、どういう状態なのか見るには簡単にはいいと思います。で、チャートっていうところを押すとこういうふうにチャートが出てくるので、こうどういう風な、値動きしてるかとかですね、週ごととか月足とかですね、日にちとか、期間こう広げたり狭めたりとかしていろんな指標を見ることができてます。さらにこの決算というところがあるんで、その決算のところを押すともっと詳しく見れて、過去、3年分ぐらいのデータと1年分のですね、予想が出たりとかするので、これを見ることでですね、いろんな情報が結構分かったりします。なので、まずですね、ちょっとその会社の売り上げとか、そういうのをパッと見たいってなると、株単見るのはですね、早くていいかなっていうふうに僕は思ってますので、まずおすすめですね。で、いや、もっと知りたいよって、もっとこの会社のことを詳しく知りたいってなったら、どういうのがあるかっていうと、例えば指揮法とか見たりするといいかもしれないですね。で、指揮法っていうのは、そのタウンページみたいな、上場銘柄の全部の情報が載っているような情報なんですけども、それを見るのもありなんですけども、証券会社に口座開いてたりとかすると、例えば SBI 証券とか楽天証券とかの口座を開いておくとですね、普通にそういう情報が、指揮法の情報が見ることができるので、まずですね、それを見るのがいいかなと思ってます。で、この会社の、業績がどうなる予想かとか、今期どういうことをやってるかとかですね、結構書いてあったりとかするので、一点現役世界販売1073万台新型ラブ4など貢献とか結構正確に書いてあるので、これを見ることでその会社が順調なのかどうかとか、どういったところに特色があるかとかですね、わかります。もしですね、証券会社まだ口座開いてなかったら、詳細欄貼っとくんで、僕ずっと SBI 使ってるんですけども、どこでもいいんですけども、口座開設は無料でできるので、指標とか見たければ、開いておくのはいいかなっていうようなところもあります。あと、実際にですね、指標を買うっていうのもいいと思います。ただ、これは本当3744社全部載ってるんで、もっと500社ぐらいに絞ったやつを買ったりとかですね、めくるのも大変だっていう声もあるので、その辺は自分のどの全社知りたかったらこれ買ってもいいし、もうちょっと絞ったのを知りたかったらもっと絞られたやつがあるんで、それを買ったりとかするのがいいと思います。あとですね、さらに実際にですね、その気になる企業のホームページ見るといいと思います。で、一般的にはですね、その企業情報の投資家情報とかっていうのがホームページ、どのページのその上場会社にはあるので、その IR とか、IR っていうんですけども、そこのページを見ると結構情報が載ってます。でまずおすすめなのは、決算資料のプレゼンテーション資料、決算説明資料っていうのがある場合があるんで、それを見るのが分かりやすいです。
でそれがですね動画があったりとか記者に向けてとかですねそのアナリストに向けて図表があるパワーポイントの資料なので結構分かりやすいんでまずですねそれを見るのがいいかなと思います。比較的ですね敷居がそんなに高くはないので混乱することもないかなと思います。でこれ具体的にトヨタのですね、今年の2019年8月2日の決算説明会の資料なんですけども、こういうスープラですね、車とか、あと売上の比率とかですね、去年と比較してとか、あと連結でどうかとか、営業利益はどうなったとかですね、そういうの全部出てるんで、僕は大体決算資料を説明しているのは、その決算動画でいろんな会社の決算を説明しているのはこの決算資料から、お借りしてですね発表解説したりしてます。なので、そのままですね、投資家が見ても分かるようにまとまってるんでまずはですねこれ見るのがいいかなと思いますでいやもっと知りたいよって人はですね、その人はですねもっと決算書も決算単身っていうのがあるんですけども、それを直で見るっていうのがおすすめですね。でそれ見てる方は別にこれ動画見なくてももう見てると思うんですけども、決算書って、大まかにですねその損益計算書っていう、どっから利益が出てるかっていうのとか、あと貸借対照表バランスシートとかやれるんですけども、資産がですね何なのかとか、あとキャッシュフロー計算書っていって現金がどれぐらい増減して、なんで現金が増えたのかとかですね、そういうのを解説しています。あと、今後の見通しとか、市況の状況とかを解説したりとかするんですけども、文字ばっかりですね、結構難しいですね。あと数字が並んでたりとかするので、ただこういう、会社の状態をきちんと知りたかったら、その損益計算書でどこの売上上がってるかとか、どれぐらい原価かかってるかとかですね、売上比率とかいろいろ分析できるので、資産も具体的に在庫がどれぐらいあるかとか、固定資産どれぐらいかとかですね、現金どれぐらい持ってるかとかですね、そういうのを見たりするのにこれ結構重要なので、株をですね、しっかりそのファンダメンタル、会社を分析したい場合はこれ絶対必須になると思います。具体的にはですね、こういうなんかもうねパッと見ただけで嫌になると思うんですけどこういうのがあって、普通にこっちが、概要になっていて、こっちがですね、なんだこれは損益計算書になるのかな。そうですね、売上高とか、利益がどれぐらい出たとか、売上から原価がどれかかってるかとか、こういうのを全部並んでたりするんで、これを分析したりとか、しますね、よく見たい場合は。ってな感じで、株式投資よく分析したい気になる会社があったらっていうのはですね、すごい重要なことで、結構街歩いてたりとか、この会社勢いあるなとか、この商品最近売れてるけどどこの会社のなんだろうとかですね、調べてみて、もしですね、上場したりとかすると、その会社買ってみるとかですね、興味を持つまず一歩になるんで、まずですね、その街歩いててもそのヒットしそうとか、今後上がりそうとかいうのがあったら、上場しないかどうか調べるっていうのがあって、で、さらにそうなってもっと深く調べたい場合は、まず株単とかで見たりとか、証券会社の開いて、指揮法見たりとかですね、あと会社の決算のプレゼンテーション見たりとか、決算端子見たりとか、そういうふうにですね、少しずつ経済とか株とかそういうのを勉強しつつですね、より知識深めていって今後絶対上がるんだって思うような株を見つけるまず一本の助けになればいいなと思ってます。まずはですね、最初は難しいと思うんで徐々にいいと思うんで、少しずつ見て、で分からない単語があれば調べてみて、それをどういう意味しているのかとかですね、やることでちょっとずつ知識がついていくような感じになると思います。なので日頃からそういうアンテナ高く持ってやることがいいかなと思ってます。でこのですね、YouTube 動画ではですね、株の始め方っていう再生リストを作ってるんで、株式投資もし初めから見たいっていう場合はぜひですね、再生リストを見て勉強してみてください。あと証券会社の講座貼っとくんでよかったら見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。このチャンネルはですね、不動産投資とか株式投資とか、あと経済ニュースとかいろいろ役立つ情報を発信してるんで、もし面白かったらチャンネル登録をお願いします。あと SNS でシェアしていただいたりとかですね、応援のコメントいただけると超嬉しいです。あと Twitter で有益な情報をつぶやいてるんで、よかったらフォローしてください。あと LINE アットですね、不動産投資のチェックリストプレゼント中です。それではどうもありがとうございました。